正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。今日はですね、神宮前にある日本料理の伝というお店に、やってまいりました。ここの、主人兼料理長、長谷川財右さんにいろいろと面白いお話を聞いてみようかなということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうところから料理に興味を持って？そう、料理学校は行かなかった？料理学校は行かずに、それこそ住み込みで働きたいっていう気持ちが強くてですね、中学校卒業してもう料理人になりたいっていうのを決めてたんで、母親が芸者なのでいろんなものをこうお土産で持ってきて、それを食べていくうちに食に興味をすごい持つというか。あとデンさんの方もまた後でご紹介したいので、そこの中に詳しく書いてあって、やっぱりお袋の味っていうか、お母さんが作ってくださった料理を食べてるうちに、すごく食べることに興味を持ち出して、また作ることにも。芸者なので忙しいですよね。お稽古もあったりとかいろいろして、で帰ってくるのも朝方だったりとかっていうのがあって、その中で必ず僕たちのご飯を用意してくれてたんで、そういったものを食べていくうちに、やっぱりいつも食べたくなるような味であったりとか、高校受験の時はカツ丼を作ってくれるような母親だったんで、なんか今じゃね、なかなかカツ丼そんなのをなんかこう受験の時に作るなんてお母さんいないのかもしれないですけど、そういうなんか験を担いだり縁起がいいものだったりとかってことがもうなんか細かく教えてもらったりとかして、で興味を持って。でも料理人として自分でお店を持つぞって思ったのはいつ頃なんですか？自分でお店を持ちたいなと思ったのは、やっぱり料理を始めて少ししてから、ちゃんと明確に将来お店やりたいなっていうのはもちろんやる時からあったんですけど、でも明確に感じたのは魚徳さんで修行し終わってからですかね。で初めにお店を出されたのが神楽坂神保町です。神保町です。はい。で今ここは神宮前で、誰もが感じるんですけど、みんな神様がついてる。さっき言ったように縁起を担いで神がつく場所がいいなと思ってで選んだわけじゃではないんです。で実は偶然というか、それこそ神楽坂で修行させてもらって、でいろいろ見たんですけど、神保町が良かったんです。それでその後でここのお店も僕がすごい好きなレストランだった場所がフレンチだった。フレンチです。ここね、移転するっていうのを聞いて、決めたら神宮前だったっていう。じゃあ今度移るとしたらってそうですね、神奈川かって言ってました。神奈川ってもう枠が広いからね、あれなんですけど、でもなんかね、そういう何かきっかけだったり、そういう縁であったりというものをその町の名前にも感じますし、東京っていうのが大事なポジション。こういろんな世界中からいろんな人が来るっていうこともそうですし、また京都ではなく東京っていう場所もなんか、僕のおやじさんのよく言ってた言葉は、東京も田舎だからっていうんですね。東京も田舎だから。東京も田舎だから。全部田舎だから。そういう親父さんというのは料理の親方ね。そうです。はい。僕の修行先の親父さんがよく言ってたのは、東京も田舎だから。日本料理なんてないって言ってました。京都は京料理。なるほど。東京は江戸料理。っていう風な感じで、だからみんな日本料理なんだって話はよくしてましたね。私が初めて伺ったのは最後の頃、神保町のですよね。浜田さんという世界の食べ歩きじゃナンバーワンぐらいの、世界一の人ですね。世界一の人ね。その浜田さんが正弘さんにどうしても最初に連れて行きたいお店があるんですって。でその時デンって聞いてた時、名前は覚えてたんです、知ってたんですよ、でもどうしてそこが外国の人にとても受けてるのか、特に外国のシェフに受けてるのかっていうのがよく分からなかったんですよね。だからなかなか二の足踏んでていけなくて、それで連れてっていただいたら、ああこういうことなのかと思ったんですけども、初めて行くお店ってすごい緊張するんですよ、私。正弘さんも緊張するんですね。そうデンさんの方も緊張。僕も緊張してましたね。さすがにやっぱり正弘さんのことはもう僕らはみんなもちろん存じ上げてましたし、なんかすごい怖い人なんじゃないのかなってみんなでも思ってるんじゃないですか、初めは。でもあっという間に最初のところでね、そうですね、崩れましたもんね。
だからそれからどのくらいお世話になってるか。いやもう本当に増弘さん緊張して、増弘さんが席に座った時にドレスコードの話をしてくれてですね、そのあれももう今日もあれですけどもう忘れられなくてセミのブローチなんですけども、どんなフォーマルのとこでもセミフォーマルでっていうやって話をしてまいりましたっくれて、ていうダジャレなんだけど、そのところでなんか緊張がほぐれるというかなんか僕その、さっき言った日本人海外の方がよく来てくれるっていうような話をしてくれたんですけど、その緊張をほぐすことによってすごい近くなれる、距離が縮まるのとお互いリラックスして会話もできるっていうようなものを増弘さんがなんか僕に与えてくれた、そのセミのブローチでっていう部分もあったし、僕も海外のお客さん来た時に日本料理屋さんのそのこう硬い感じじゃなく入れるような形で召し上がっていただければいいなっていうのがあって、海外の人が多く来てくれるようになったのかな。何かお食事の前に伺いますけど、苦手な食材とかそうです、アレルギーはっていう聞いて、でこれはもううちで恒例になってまして、増弘さんいらっしゃると必ず一言初めにっていうもう定例になってますもんね。で胸に手当てて「すいません宗教上の理由なんですけど」宗教上の理由ってみんなドキドキするんですけどね。そう私たち美味しくないもの食べられないんですって。外国に行くとものすごく受けますよね、こういうの、こういうジョークは。でデンさんだとすごいジョークが好きでしょ。名物料理の一つだって、はいそうですね、ジョークが入ってるわけだし、食事する場所っていうのは、カウンターでいただくっていうことはすごくリラックスするようで、初めての人に料理を作るっていうのはとても緊張するじゃないですか。お互い多分お客さんもお店側もやっぱこうある一定の緊張感がありながらっていうのが空気を作っていく部分なんだと思うんですけどね。あれはあれでとても好きなんです。ただなんかそれが強すぎてやっぱり若い方や海外の方、その日本料理にまだそんなに詳しくない方が敬遠しがちになってしまったりするのがもったいないなと思って。だから一回行ってもうすぐ気がついたのは、いわゆる日本料理のスタンダードをきちんとお出しするっていうんじゃなくて、誰にでも日本料理和食の良さを分かっていただきたいっていうハートがあふれてるお店なんだなっていうのを感じなんですよね。それで伺う今日のポイントは、世界の50のレストランっていうんで、今年度2022年度、アジアナンバーワン、おめでとうございます。いやナンバーってもう増弘さんには一等賞って言われたのが、僕の中で初めて言われたんですよ。一等賞って言葉って、なんかすごいいい言葉だなって思う。一等賞。そもそもその世界の50のレストランっていうのはどういうガイドなんですか。本にはなってないんですよね。本になってなくて、インターネットとかではその世界のベストレストランって調べれば出てくるんですけれども、ミシュランとかと比べると本にもなってないですし、歴史がミシュランほど長いものじゃないんであれなんですけれども、それこそいわゆる調査員っていう、ミシュランでいう調査員っていう方、世界のベストレストランの場合は調査員というか、その食べて、その票を入れていく評議員っていう方が人数がいろいろいるんです。料理人であったり、それこそジャーナリストの方であったり、あとはもうフーディーと呼ばれる方であったりっていう、だから誰がどうなのかもそれもわからないという。ただ代表はチェアマンっていうそのまとめる方がいるんですけど、そういう方はわかるんですけれども、その評議員は分からなくてですね、みんながどっか一つ入れるとかじゃないんですよ。自分の好きな、その個人が好きなお店を選ぶっていうことなんで、例えば美味しいっていうことに特化する人もいれば、楽しい、あとは変わってるとか、いろんなものにその評価基準があって、ミシュランでいうその一皿の上にできたお料理っていうよりは全てのもの、例えばサービスであったり、もうそのお料理、もちろんお料理だったりで、もっと面白いのは海外行くとそのお店がある場所だったりとか、場所、その場所にできたことによってそこの周りの治安が良くなって雇用が生まれてとか、そういう社会的に貢献しているレストランだったりとかっていうものが選ばれるっていう。だから
美味しいっていうものの基準っていうのは多分世界中みんな違ってくると思うんですね。アジアのっていうと、そうするとアジアの人たちがアジア同士で選んだそうですねっていうことなんです。はい、一等賞はね、はい、みんな取りたいと思っていながら取れないし、やっぱりね2番手って忘れられちゃうんだけど、1番は絶対忘れない。もうオリンピックと同じ金メダルを取ってる人のことは覚えてるっていうんで、いや1番を取るっていうことは素晴らしいものだと思いましたので、まあその1番を取ったその理由なんかはちょっと次に聞きたいと思うので、はい、一番最後にちょっともう一回履歴で、はい、何年生まれなんですか？僕は1978年。78年、はい、っていうことはこの間44になりました。ちょうどいいところ、はい、まあ、これからあと20年ぐらい。そうですね。もう今やトップランナーになっちゃって。本当です。なんか、なんていうんですか、お店を始めたのが29で、でお客さんからも本当に僕が立ってるのに初めてのお客さん「あれ今日大将いないの?」って言われて、もう僕もその時はもうあれだと「あ今日大将休みなんですよ」とか言いながら3回4回ぐらい来てくれたら「あれ大将君だったの?」みたいな一番下っ端でやってたつもりがいつの間にかなんかこうどんどん年齢が上になって年が半分のこと働くようになったりとかして、とても面白いなぁと今思ってます。はい。じゃあもう次に伝のスペシャリティのお話をさせていただきたいと思います。はい。